今日は野菜スープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は野菜スープを作りたいと思います。はい、ということで今回は具沢山の野菜スープを作っていくんですが、だしの素を使って作っていきます。今回ですね、そのだしの素をなんと3種類使っていきたいと思います。この3種類使うことでとても美味しい野菜スープに仕上がります。旨味をアップさせる方法などもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまず最初に野菜スープの具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、玉ねぎ、人参、しめじ、じゃがいも、ソーセージ、ミニトマト。具材はこちらの材料で作っていきます。結構ね、今回多めにね、具沢山で作っていきます。野菜の種類と量に関しましては、お好みで変えていただいて OK です。キノコに関しましては、キノコからも旨味が出てくるので、ぜひ入れて作ってみてください。それでは続いて、味付けの調味料などの材料をご紹介していきます。材料はこちらです。顆粒コンソメ、鶏ガラスープの素、だしの素、無塩バター、塩コショウ、お水。こちらの材料を使っていきます。まずですね、今回の最大のポイントはこちらです。顆粒のだしの素をですね、今回は3種類使っていきます。コンソメ、こちらはお野菜ですね。そして鶏ガラスープ、こちらは鶏です。そして最後のね、だしの素はかつおだしになります。この3種類を加えると旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。結構ね、味が喧嘩しちゃうんじゃないかなと思う方もいらっしゃると思うんですが、これがね、また意外と合うので、ぜひね、3種類入れて作ってみてください。そしてこちらのバターですね。今回はね、無塩バターを使用していきます。もし有塩バターを使用する場合は、ちょっとね、塩分が高めになるので、水の量で味を整えてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずね、お野菜から切っていきたいと思います。まずキャベツを切っていきます。このキャベツの芯を取り除きます。キャベツはですね、角切りにしていきます。ではね、1センチ幅で切っていきます。方向はね、切りやすい方向から切ってください。はい。で、このように切ったら、今度はくるっと90度回転させて、そしてまた1センチ幅で切っていきます。キャベツはこのようにざく切りします。そしたらですね、こちらまだキャベツ洗ってないので、一度水でさっと洗って水を切っておいてください。はい、水洗いしました。キャベツの準備はこれで OK です。それでは続いてじゃがいもを切っていきます。まずじゃがいもは皮を剥きます。このね、じゃがいもの品種もお好みのものを使用してください。あとは芽があったら芽も取り除きます。はい、OK です。そしたらですね、じゃがいもは角切りにしていきます。まずこのままだいたい1センチ幅に切ります。で、1センチ幅に切ったら何枚か揃えてまた1センチ幅に切ります。そしてくるっと回転させて、そしてまた1センチ幅で切っていきます。はい、じゃがいもはこのように角切りにしてください。そしたらこちらをボウルに入れます。そしてじゃがいもは水に浸してアク抜きをしてください。こちらはだいたい5分から10分ほど水に浸してください。続いて玉ねぎです。玉ねぎも同じようにざく切りにしていきます。切り方はやりやすい方法で OK です。まずね、このヘタをつけたまま繊維に沿って1センチ幅に切っていきます。はい、こんな感じ。そしたらくるっと回転させて2箇所ぐらいですね、1センチ幅に切れ込みを入れます。そしたらあとはこのまま1センチ幅ぐらいで切っていきます。切れ込みを入れた部分までいったらパタッと下ろして、あとはこのまままた切れ込みを入れて切っていきます。あとは少しね、パラつかせます。はい、玉ねぎはこのように切ってください。続いて人参です。人参はまずね、皮を剥きます。皮を剥いたらまずね、半分に切ります。そしてまた半分に切ります。あとはだいたい5ミリ幅ぐらいで切っていきます。こちらも同じように切っていきます。はい、人参はこのように切ってください。野菜の切り方に関しましてはお好みの形に切っていただいて大丈夫です。はい、続いてミニトマトです。ミニトマトはね、洗っていただいてこのヘタだけをね、取り除いてください。
はい、ミニトマトはこれで OK です。続いてしめじです。しめじはですね、このくっついてる部分を切り落とします。切り落としたらさらにこれをね、半分ぐらいに切ります。このくっついてる軸の部分ですね、これは手でほぐしてください。はい、しめじの準備はこれで OK です。続いてソーセージです。ソーセージは適当な幅でね、だいたい1センチ幅の斜め切りにしていきます。はい、こんな感じです。残りも同じように切っていきます。はい、ソーセージはこれで OK です。それではお野菜たちを炒めていきます。まずお鍋の中にバターを入れてください。そして火にかけます。最初にね、このように炒めていただくことでお野菜の甘みが出て美味しい仕上がりになります。今回ね、バターで炒めてるんですが、オリーブオイルなどを使っていただいても OK です。お好みの油で炒めてみてください。バターがね、半分ほど溶けたら、まずこちらじゃがいもですね。じゃがいもと、あとは玉ねぎ、そして人参。まずね、ちょっと固めのお野菜から炒めていきます。バターを全体になじませて、塩コショウ1つまみですね、軽くしてください。炒めていきます。バターはね、意外と焦げやすかったりするので、焦がさないようにだけ注意してください。火加減は中火から弱めの中火で調整しながら炒めましょう。玉ねぎがね、半透明ぐらいになってきたら、ここにキャベツを加えます。あとね、きのこも加えていきます。そしてソーセージも一緒に加えます。そして全体をまた炒めましょう。ソーセージの油も出して、ソーセージの旨味もね、お野菜につけていきます。ここでポイントなのが、最初にこうやってお野菜を炒めて、野菜から旨味の入った水分を出していきます。そうすることで旨味たっぷりな美味しいスープに仕上がります。なので最初にしっかりとお野菜を炒めてください。はい、 OK です。だいたいね、お野菜の傘が3分の1ぐらいになって、このじゃがいもにしっかりと火が通れば OK です。そしたらここにですね、お水を入れます。そしてここにコンソメ、鶏ガラスープの素、だしの素、こちらを加えて混ぜます。あとはですね、沸騰するまでこのまま中火で加熱していきます。はい、で鍋肌がふつふつしてきたタイミングでトマトを入れましょう。混ぜます。はい、でこのようにグツグツしてきたら火加減弱火にします。このまま1分煮込んでください。ここでね、あんまり煮込み時間が多いとソーセージの旨味が全部ね、スープに流れ出てしまって、ソーセージ自体がスカスカになってしまいます。なので煮込みすぎには注意してください。目安としてはね、入れたトマトの皮がね、このようにペロッとめくれるぐらいになれば OK です。1分経ったので火を止めます。あとはね、最後味見をして塩コショウで味を整えます。はい、これで完成です。それでは器に盛りたいと思います。はい、これで野菜スープの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材がたっぷりで美味しそうに仕上がってます。最後ですね、こちら分量外ですが、彩りに乾燥パセリを散らしました。今回の分量でいくと、このぐらいのカップでだいたい6人分から7人分ぐらいになります。そしてこのぐらいの少し大きめのスープ皿の場合は、だいたい5人分から6人分になります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。具沢山ですごく美味しそうです。では、いただきます。美味しい。本当にお野菜がいっぱいで食べ応え抜群です。では、スープもいただきます。美味しい。いろんな種類の旨味が加わってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の野菜スープのポイントです。まず今回の野菜スープなんですが、顆粒の出汁を3種類加えました。一見ね、この3種類を加えてしまうと味が喧嘩してしまいそうに思えるんですが、こちらの3つを加えることで旨味の相乗効果が生まれて、とても美味しい仕上がりになります。ぜひね、一度この3種類を一緒に入れて作ってみてください。そして野菜の切り方についてなんですが、こちらはお好みの切り方で切っていただいて OK です。そして野菜を切ったら煮る前にお野菜を炒めてください。そうすることでお野菜に甘みが出て、さらに旨味が溶け出した水分も出るので、とても味わい深い野菜スープに仕上がります。さらに野菜を炒める時なんですが、こちらはお好みのもので炒めていただいて OK です。今回はバターを使ったんですが、バターで炒めることでコクとまろやかさがアップします。おすすめはバターなので、ぜひバターで炒めてみてください。今回無塩バターを使ってます。もちろん有塩バターでも大丈夫なんですが、有塩バターを使うと結構しょっぱくなるので、もし味見をして味が濃い場合
場合はお水の量を増やして調整してみてください。そしてお水とだしの素を加えて、鍋肌がふつふつしてきたらミニトマトを加えて、そして沸騰したらだいたい1分ほど加熱して仕上げてください。それ以上加熱してしまうとソーセージの旨味が出過ぎてしまって、ソーセージ自体の味がなくなってしまいます。なので煮込みすぎには注意してください。今回ね、結構いろんなお野菜を入れたんですが、こちらはお好みのお野菜で作っていただいて大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は野菜スープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。